誕生日です。鼻息で消えちゃった。またおめでたい日だけど、ちょっと今元気のない数日間でも前を向いて歩いていけたらいいな。頑張るしかない。さっき落としちゃったんだ、ケーキ。ここ数日いろんなことがあって、そんな中誕生日を迎えて、この動画を撮って整理しないと前に進めないような気がしたから撮り始めました。今日はだらーってした動画にしたいなって思って、カメラ回したらどうしてもさ、ちゃんとしなきゃって思っちゃうから、あえてベッドでケーキを食べる動画を撮ろうかなって思います。ちょっとつゆさんが泣くから出すね。いやー、なんか人生っていろいろですよね。みんないろいろあるよね。私だけじゃないよ、そりゃそうだ。ハッピーバースデーってお店の人が書いてくれました。いただきます。美味しい。多分タイトルにもつけるかなって思ったんやけど、そのタイミングでお付き合いしてた彼とお別れして、お互いに前に進もうっていう決断をしました。切り出したのは私なんよね。やけん、私が別れたこと後悔してるとか寂しいとかなんかそういうことをね言う立場じゃ全くないからさ、私はちゃんとお互いが幸せになるためにはこの選択がいいって思って切り出したから後悔はない。だけど思い出がすごくたくさん濃密にあるから、だからなんかこうやってちょっとうるうるしちゃうんだよね。私これまでインスタでフォロワーさんから恋愛相談をねしてもらえることが多くって、で私なりに考えてお答えしてたんだけども、私自身の恋愛については全く話してこんやったんよね。でその理由はこうやって表に出て活動をしている以上相手の方に迷惑をかけたくないっていうのもあるし、お部屋も考え方も仕事も結構全部さらけ出して私は発信をしてるから、恋愛までさらけ出すとね、しかもタイムリーに出すとなんか自分が自分をどこでこう癒してあげたらというか、なんだろう、さすがに全部すぎてメンタルを病んでしまうんじゃないかなと思って恋愛はちょっと控えさせてもらってました。でも私も YouTube よく見るんだけど、 YouTuber さんが恋愛の話をしてるのとかすごい好きでね見るんだけど、そうすると元気をもらえたり、私も別れたばっかで辛いけどなんか一緒に乗り越えていけるなとかって思ったこともあったんよね、これまで。だから自分のまずは整理のためにこの動画を撮り始めたんだけど、見てくれてるみんなが今
ね、どういうタイミングかわかんないよ。みんながどういう感情でこれを見てくれてるかわかんないんだけど、ふと同じような状況になった時とか、なんか寂しいなって思った時にこれを見て元気になってくれる人いたら、それでいいのかなって思って。それで恋愛のことは出したことなかったけど、今日はちょっと撮ってみようと思って。で、お相手のことは何も言いません。何も言いませんっていうか、何してる人とか、ちょっと詳しくはね、もうお別れした方だから、私一人の独断でここでこんな人でこんな人でっていうのは言わないんだけど、だからみんなもあんまり詮索っていうのかわかんないけど、を見つけ出して連絡して初音さんを悲しませるなとか言わないでね。そんな人はね、もちろんいないと思うんだけど、友達にもその彼のことを紹介してたりもしてたし、みんなでこう一緒に、彼も含めて一緒に遊ぶこととかも結構あったからさ、なんやけど、まだちゃんと報告できてない友達もいっぱいいて、この動画で知る人もね、仲いい子もいるかもしれないんだけど、てかいるんだけど、ごめんね、ちゃんと連絡してできなくて。でも私はこれを前向きなお別れだと思ってるし、そうあるべきだとも思ってるし、だからあんまり心配をせず気軽に遊びに誘ってくれたら嬉しい。お別れした理由もどっちかがすごい悪いことをしたとかじゃないんだけど、やっぱり将来のことを考えたり、今後の二人の幸せのことを考えたら、私は一緒にいない方がお互いの幸せのためなんじゃないかなと思ったし、すごい自分勝手だよね、それって。だってこれまでさ、一緒にいろんな思い出作って一緒にいた人にお別れしようって言ったらもう会わなくなるってさ、すごいよね。なんか不思議なことだよね。このちょっとまた目がうるうるしてるのは未練があるからじゃないんだよ。ほんと思い出がたくさんだから。あとつゆをね、すごく好きでいてくれた、つゆのことをすごく大事にしてくれてた人やったけん、つゆもその人のことね、すごい懐いてたんよね。やけん、なんか私だけの問題じゃないなって思って、お別れが。その人にとって大事なつゆも、つゆにとって大事なその人も、引き裂いてしまったっていうことが、結構、申し訳ないなって思って、相手にも、つゆちんにも。子供がいるとかじゃないからさ、また違うけど、でも、ね、きっと離婚ってそういうことなんだろうと思うしさ、子供の気持ちを考えたらしない方がいいことだし、わかんないけどね。家庭によるんだけども。でも私だけの問題じゃなくって二人のことを引き裂いちゃったなって涙飲んでくれるっていうのがね、ごめんねってすごい思うんだよね。思い出をちゃんと抱きしめて前に進もうって思うし、このね、2、3週ぐらい私 YouTube をね、更新してなかったんよね。それはなんでかっていうと、この YouTube の切り抜きというか、1分ずつぐらいね、TikTok に切り抜いて転載してるんよね、自分で。で、それが1個、なんか、悪いことは全くしてないんだけど、ちょっと、炎上っていうか、話題になった動画があったの、私の動画の中で。で、それをおかしく、なんか、物申す系の発信者の方が取り上げていて、そこにあるコメントとかを見たりしちゃって、心ない言葉を
たくさん見ちゃったんだよね、自分に対する。普段だったら結構さ、そんなことを書く人でひどい人じゃなくてかわいそうな人なんだなって私は思ってて、なんかどこか自分を救ってくれる場所がないからそうやって心ない言葉を書き込んじゃう人たちだろうなって思ってたから、なんかそんな落ち込んだりはしてなかったんだけど、例えばさ、可愛くないって書かれたらさ、可愛くなるように努力するぜってこう思えてたんだけど、ちょっと最近気持ちがさ落ち込んでて、でそういうタイミングで見ちゃったから、なんかカメラの前で話すってことがちょっと怖くなりかけてたかなって今思ったらね、この2週間ぐらいっていうのもあって撮ってなかったんだけど、なんかそういう時にも唯一相談できる相手だったの。今回のことはもうお別れの前だったから相談しなかったんだけど、そういうね、発信してたらあるちょっと悲しいこととかを相談してた人だったからね。だからなんだろうな、継続してそうしてほしいってわけじゃなくって、なんかそういう優しい人だったなって。だけどこれからはそれは自分で自分のことを守って強く生きていきたいなって思うんだよね。やばい私今日こんな泣く動画になると思ってなかったずっとここにねいてくれるんだよね、私が泣いてたりしたら。肩に止まってこうね、涙をこうついばんできたりするの。すごい賢い子だよね。ダメよ、ケーキ食べちゃうありがとう。ありがとうね。こんなね、泣いてでもなんていうの、戻りたいっていう気持ちがあるわけじゃないから、幸せになってほしいなって本当に心から思ってるし、相手にもね。その分私も切り出したからにはお別れした後の方が二人とも輝いてるねって思ってもらえるように努力しなきゃいけないなって本当にすごく思うから、私はより一層頑張っていこうと思います。なんか26歳ってね、結構ね、クリエイターにとって大事な方向性が決まる年だっていうのを何かで見て、ちょっと何だったか忘れちゃったから説得力がないんだけど、確かに自分の方向性がなんとなく分かってきたり決まってくるのがこの年なのかなって思うから、すごく頑張りたいと思ってる。やばい、なんかこんな泣く動画になると思ってなかったからさ、みんな心配させちゃうよね。心配しないで大丈夫だからね。心配ってよりも今後を楽しみにしてもらえたらね、一番嬉しい。このお別れする前にちょっと近しい人たちにちょこっとだけど相談したりしてて、であるね、仲良しの方がふかふかの布団に包まれてたっていう言葉を言ってたんだけど、なんか本当にそうだなと思って、私相手の方がすごくね穏やかな性格で、私が何かやりたいって言った時にはいいんじゃないって言うし、何か失敗した時にも大丈夫だよみたいな感じで、ほんとふかふかのあったかいお布団みたいな感じで包んでくれてるような人だったの。だけど私に今布団は必要ないかもって思えたんだよね、ようやく。布団がなくても私頑張れるってようやく思えたの。それってすごいことでさ、ちょっとついさん塩分取りすぎだよ。それってすごいことで、その人のおかげですごい成長できたんだよね。なんか泣いてばっかで何の動画か分かんなくなってきちゃったね。今年の目標、これまで結構自分のアカウントが嬉しいことに伸びてさ、もっともっと伸ばしていきたい。今もその気持ちはもちろんあるんだけど、これまで私を信じてくれた人たちに
恩返ししたいなってすごい思うし、一緒に階段を登っていけたらいいなってすごい思うの。なんかこれまでは私も競争心とか結構あったんじゃないかな、心のどこかではって思うから、あの人よりも早く、人気にならなきゃとか、わかんないけど、なんかそうやってすごい数字にこだわってた部分があったんだよね。もちろんこれからも数字にはこだわりたいけど、でもそれ以上に私を信じてくれてる人たちをもっと幸せにしたいし、いつもこうやって見てくれてるみんなが見たことない世界を私が見せられたらさ、みんなの生きる活力になったり、モチベーションになったり、心のよりどころになったりするのかなって思って。ごめんね、泣きすぎて気持ち悪い動画になっちゃったから、ちょっと今カメラ止まってる間に涙拭いてたわ。みんなにね、元気を届けられる動画が作れたらなって思うんだ。みんな心配せずに、もう心配しちゃうよね。でも心配せずに期待しててください。気になるみたい、つゆさん。なんか誕生日ケーキってさ、だいたい夜食べることが多いじゃないですか。私ケーキをお昼に食べるのすごい好きで、お風呂を明るいうちから入るのとすごい似てるなって思うんだけど、背徳感ともまた違うんだけど、なんか時間に余裕があるって思えるからかな。あと非日常だからかな。暗い時にすることじゃん。じゃあもうリップの色もなくなってきたことなので、ついさんはいつもくちばしピンクでいいね。なので終わろうかと思います。みんな。ほんとさ、恋愛もそうだけど、やめて。人生ってタイミングだよね。タイミングによってさ、環境も変われば、考え方も変わればさ、こうやっていろんなことを受け入れて、咀嚼して飲み込んで、それでさ、大きくなっていくんだね、人間って。ほら頑張るぞな。ツーピ頑張ろうな。俺ら一緒に羽ばたこうな。じゃあお誕生日おめでとうっていうコメントをお待ちしております。みんなもなんかあったら DM してきてね。一緒にさ、いい人生にしてこうぜ。俺ら成長しような。特に私。じゃあね。バイバーイ。